こんちは。モンスターハンターDOSの攻略、始めていきます。まずはキャラクリを背景にしながら、この企画について話していきたいと思う。と言っても、特別なことをするわけではありません。モンハンDOSを1から攻略して、エンディング見るのが目的です。強いて言うなら、このゲームそのものが癖あるので、それをどう進めるかが見どころでしょうかね。このゲームの発売は2006年、PS2 だよ。ちょうどモンハン人気に火がつき始めたくらいだったね。あの名作、セカンド G はモンハンDOS系列の完成版と言えます。武器種、フィールド、モンスターなどなど。ただ、モンハンDOSではあらゆる新要素が尖りまくっており、正直、歴代作品で最もバランスが悪いと言えるでしょう。ざっと挙げるとこんなところかな。細かいとこ含めればもっとあるけど。一言で表すと、不便なゲームだね。近代モンハンに慣れてると、色々びっくりすると思うよ。しかしですね、我々はモンハンDOSがお気に入りなんです。たびたび村ソロやり直してるくらいですから。BGM とか世界観の作り込みは DOS の魅力だね。この辺は DOS で1レベル上がった気がする。もっと言えば、なんならこの理不尽さや不便さすら面白いと感じてるところがあるよ。遊び方というと偉そうなんですが、知識があるとかなり楽しめる作品だと思います。高難度の中にも中毒性がある。どことなく 4G と通ずるところがあるのかもな。あ、そうそう、言うまでもないことですが実機でやってます。配線が大変なことになっております。HDMI 出力できる変換器買ったんだよね。元が PS2 だから特別画質は良くないけど。もう20年近く前のゲーム機ですからね。こればかりは受け入れるほかございません。さ、というわけでキャラクリ完了したので始めていきましょう。我々としてもめっちゃ楽しみだ。モンハンDOS、張り切っていこう。モンハンDOSの始まり、オフラインの舞台はこのジャンボ村だよ。主人公は募集を見て村のハンターとしてやってきたようです。この村、かなり偏僻なところにあるようで。ハンターが全然居ついてくれないらしいね。最低限村と呼べる状態かな。とりあえず、専用の寝床はあるみたいですね。そしてお決まりの手付金をゲット。これがなきゃガチのもんなしだからな。当然初期防具なんてありません。そんな余裕誰にもない。それじゃあ、まずは村の施設を回っていこうか。ここが酒場、クエストカウンターだね。この村唯一の娯楽と呼べる施設ですかね。夜になるとみんな集まったりしてます。で、ここのすぐ隣にあるのが道場。と言っても教官がポツンといるだけですが。この人、ハンターいない時とかどうしてたんだろ。自分でもハンター家業やったりすんのかな。こんな村にも一応お店はある。ここが雑貨屋だ。アイルー一匹で回してるのでしょうか。何気にすごい手腕なのでは。しかし、品揃えの方は優れてるとは言えない。回復薬はおろか、薬草すら売ってないよ。ここで回復薬が売られるのは相当後になります。それまでは採取で賄うしかありません。この辺、特に優しい動線とかないので、初心者にはかなり厳しい仕様ですね。とりあえず、なけなしの金でピッケルを買おう。これだけで手付金が半分近く飛んだ。ぐるっと回ってきて工房に来たよ。村の規模にしちゃ立派な施設だよな。1階がお金であり物を買うところ、2階が素材を使った生産や強化を行うところです。妙だな、2階には誰もいなかったが。まあ、そうなるよね。おばあちゃんが来るしかないもんな。これがこの工房の運営方法。そりゃこんなでかい施設じゃこうなるでしょう。ここはいずれちゃんと回るようになるんですが、それまではおばあちゃんが上下階を往復します。
それで、ここが最後の施設、船着き場だ。と言ってもまだ船は建設中だが、ジャンボ村は上と下に川が流れています。水害が気になりますが、気候的に大丈夫なんでしょうか。もともと集落があったらしいし、環境的には過ごしやすいのかもな。よし、これで村の施設はあらかた回った。最後に自分の部屋を見ておくか。こちらが自室になります。質素ですが、落ち着いた雰囲気ですね。後ろが穴だらけなのが気になるな。プライバシーとか虫とか雨とか。空気穴の役割なんでしょうけど、それにしちゃ穴開きすぎですね。で、ここも施設として重要な役割があります。ズバリ食事です。しかしね、モンハンドスはタダで食事させてくれないよ。お金を取られるのは毎作品のことだけど。今食材をもらった通りで、食材を用意するのもハンター側なんですよね。この食費もバカになりません。強力なものだと1食1000ゼニー超えとかあります。食事も満足に取れるのはもうちょい後だな。よし、じゃあ長くなったがクエストに行こう。受けられるのはキノコ納品だけだ。採取ツアーや探索なんてございません。これがベースとなります。じゃ、レッツゴー。懐かしの密林に到着。これは見慣れた人も多いんじゃないかな。たまにこうして村長の言葉が入ります。早速重要な要素の解説。昼夜によるフィールドの際についてですね。出発時の時間に左右されます。密林といえば夜に行けなくなる離れ小島だな。で、もっと変動が大きいのが季節。これは地形とかの変化はないよ。モンスターの出現有無やステータスに関わりますね。おいおい触れていくとしましょう。第一小型のヤオザミを発見。まずはこいつを料理していこうか。初期武器ですけど、たかが小型1匹ですしね。おい、シムシム、攻撃頻度高すぎだろ。これが冒頭で述べたモンハンドスの特徴の一つ。非常に強力な小型モンスターですね。正面で戦うとダメなのはこのゲームの基本ですが、ドス初出の小型は特に危険です。痛い、硬い、小うどん強いの3拍子揃ってる感じかな。その上、一度に出る数がとにかく多い。言うて小型だから、経験者なら対処はできるが、モンハンドスが初モンハンな人はどうすんだろうなこれ。確かに、昔のモンハンは全体的にシビアでしたが、これはちょっとスパルタが過ぎますね。2匹目も片付けたので採掘していきます。このゲーム、最初から集めるものが山ほどあります。物語の進行にいろんな素材納品を要求されるのよね。探索はしっかりしないとダメだ。お、陽光石が掘れた。今となってはかなりレアいアイテムだね。昼夜システムを意識させるアイテムでしょうかね。昼のクエストで優先して狙っておきたいです。キノコっと、欲しい素材がありすぎて困るよ。お、青キノコが取れました。序盤の生命線とも言えるアイテムです。これがないと回復薬作れないからね。支給品が切れたらキャンプ以外の回復手段がなくなる。あ、そうそう、まだ調合素材に薬草は使えないよ。いや、薬草自体はこのゲームにもあるんだが。薬草が登場するのは中盤に入る直前くらいでしょうか。微量の回復ですら許さないスタイル。代わりに太陽草というアイテムと青キノコを調合すると回復薬が作れます。太陽草は単体で使えない薬草みたいなイメージかな。だいぶ不憫めなアイテムだと思う。よし、ここが最後の寄り道。謎の骨を取れるだけ取るよ。これ、非常に重要な素材になります。モンハンドスで一番大事かも。にしても、周りのランゴが不穏ですね。謎の骨狙いなら夜一択、アプトノスだけになるぞ。早速やってくれるね。こりゃあ掃除した方が良さそうですね。放っておくと普通にキャンプ送りにされます。ドスの小型って妙に攻撃的なんだよね。思考ルーチンからしてハンターを憎んでいる。ステータス云々よりこの攻撃性が脅威に感じますね。これが自然の厳しさ。もう体力も歯もボロボロなんだけど、骨一つ取るだけでこれ。なんとかランゴ地帯を抜け、素材を集めきりました。まだまだ足りませんけど。一旦クリアしちゃおう。ポーチもパンパンだしな。はい、納品完了。モンハンドスのクリア演出は。いや、やっぱドスのクリア BGM いいですね。これは歴代で一番好きです。今となってはドスでしか聞けないからねこれ。
高難度だからこその達成感を感じるよ。このスタンプが押される演出も、モンハンドスが初です。それまでは質素でした。ほんと、演出はいいんだよな、演出は。長い労働を経て戻ってきたよ。初クエから大変でしたね。とりあえず村長に報告しておきましょう。どうやら褒めてくれてるみたいね。そりゃ、モンハンドスは序盤が一番やばいからな。大体のハンターはハンターナイフで挑むでしょうが、さすがに性能が足りておりませんね。さあ、今度は密林の素材の納品を要求されます。村の発展に必要なようです。ファンゴの怪我は出なかったんだよな。生肉1個とか人をバカにしてるよ。どのみち他の素材も足りてませんし、おとなしくもう一周してきましょうかね。よし、これで色々揃ったはずだ。まずは村長にアイテムを納品しよう。ファンゴくんが硬かったです。ハンターナイフで挑んでいい相手ではない。しかも、毛皮が剥ぎ取れる確率は 62% だ。結構外れやすいんだよな。さて、これで初のストーリー進行となります。クエストや NPC が追加されますね。小型討伐とかすっ飛ばして中型が出てきます。ここも難易度が跳ね上がるポイントです。さすがに裸ハンターナイフではもう厳しい。ここで装備更新といこう。加工屋の2階に来ました。老人を走らせる人間のクズ。おう、話せるまでラグあるのやめろや。強化するのはこれ、大黒塊だ。モンハンドスではかなり有名なハンマーだね。こちらは謎の骨だけで作れるんですが、とにかく攻撃力が極めて優秀です。現実的に同時期に作れる武器との比較がこれ。ウォーメイスは鉱石系の強化版で。素材が楽で金額も安い。その上で攻撃性能最強。練習用のハンマーとは一体。では強化します。おばあちゃんよろしく。長い。10秒以上かかってるよおばあちゃん。もちろん、これを飛ばすことなどできません。何か作るたびにこれが挟まります。まあいい。とにかくこれで戦う準備は完了した。いざボスモンスター戦に行くぞ。まずはこちらです。青き狩人の生息地、ドスランポスですね。特産キノコクエの次がドスランポス討伐か。いろいろはしょりすぎな気もするが。ともかく、ここから本格的にゲーム開始だ。初の夜クエだが気合い入れていくぞ。はい、こちらが夜の密林です。夜は常に雨が降っております。夜はランポスがたくさん湧くよ。視界も悪いし、ちょっと難易度上がるかな。それじゃ、ドスランに会いに行こう。このムービーいいよね。滝をバックに吠えるところが好き。強者感が漂っておりますが、果たしてどうなるか。とりあえず先行をぶん投げるとこからスタート。支給品にあるんだから仕方ないよね。印象的な発見 BGM が流れます。これも歴代で出すのが一番好きかも。あとは大特会でぶん殴っていきます。縦3が難しければダメメインでも全然問題ありません。タミニには SE がつく。これ繰り返してれば小型も気にならないね。ドスランのヒルミや先行解除による交代。これだけ意識して攻撃しています。あ、これは弱ったね。なんとかエリア移動を阻止したいが。エリア6に向かうはず。うまく攻撃を置けるか。よしよし、うまくいった。ワンエリ討伐は景気がいいね。お見事でした。さすがハンマー、さすが大黒塊です。大黒塊が有名なのは武器種自体の強さもあります。モンハンドスはハンマー優位な場面が多いんですよね。ここからスタンが追加されて、ほぼ唯一と言える特性を手に入れたんだよな。その上、相手の肉質も打撃優位なものが多いです。どっかの作品とは大違い。それと、切実な問題として、コントローラーとの相性もありますね。この時代は、右スティックで攻撃を行う。ボタンじゃないから操作が難しいんだよ。その点、ハンマーは R1 のためメインで立ち回れるから、操作の面でも扱いやすいんだよな。というより、他の武器種が強くないってのがあります。太刀、笛、ガンス、弓はドスが初出ですが。近接は見事に全部強くないよね。弓だけは強い場面もあるが。そもそも、ハンマーを含む一部武器しか攻略に足る性能をしてないとも言えるんですよね。出ていきなり強い武器のが珍しいのはあるけどね。
さあ、こちら生産画面ですが、モンスター取引価格というのがありますね。これも今はドスにしかないシステムだね。独自システム多いな。一言で言えば、時価で決まる追加の報酬金って感じかな。取引価格はモンスターごとに変化するよ。クエスト報酬は少なくても、取引価格を含めると、報酬額が逆転したりします。微妙に説明が難しい。おっと、新しい住人がいますね。ここが調合屋になります。その名の通りで、お金を払って調合してもらうところだ。高級な調合書がないうちは使う、かも。しかし、素材も含めこちら持ちなので、本来の目的で利用することは少ないでしょう。雑貨屋と異なるアイテム販売も行うので、普通に買い物で利用することになります。開業のためにアイテムが必要みたいだが、とりあえず今は後回しにしよう。ですね、とりあえず討伐クエを進めましょうか。お次の相手はこいつ、ドスファンゴだ。モンハンドス初登場のボスモンスターだね。当時、この子に苦戦した方は多いんじゃないでしょうか。ただのでかいファンゴと侮ると痛い目を見ます。果たして大国会は通用するのか、行ってみよう。いたいた、元気に走っとるわ。ここは夜だとランポスがいっぱいいるので少し不穏ですが、ひとまずやってみましょう。本当は速攻でしびれ罠を仕掛けるのがいいんですけど、素通りされると困るんで少し小突きます。すでにランポスたちの殺意がすごい。ドスファンゴなんて眼中にないやん。これ、罠中に飛ばされたりすると相当厄介ですね。できるなら掃除したいですが。ファンゴはおとなしくしてるみたいだ。この隙に罠を仕掛けちゃおう。邪魔されませんように。うまくいきましたね。あとは罠を挟んで待ちます。おお、なんか待ってくれてる。1、2匹なら駆除できるか。ランポス程度なら一撃ですね。よーし、かかったかかった。絶対服従のポーズ。おっと、これはそのままスタンが入りましたね。スタンプ入れてたので早いです。モンハン史上、ここまで無防備な状態も珍しいです。何でも入ります。切れ味黄色の場合は、切り方補正に注意。2振り目が早く当たると弾かれるぞ。あ、弾かれちゃいました。伊達さんの当て方難しいんですよね。この点で、スタンプの方が有効な場面も多い。タミニ以降なら弾かれ無効だし。高速が切れた後は、試し体で立ち回っていきます。ファンゴと入れ違うように攻撃しましょう。後ろ足をめがけるといい感じかも。正面に行くとぶっ飛ばされるぞ。間に合うなら、スタンプも差し込んで OK です。これならひるんでくれやすいし。おっと、これは弱りましたね。追撃入るか。このトコトコ歩き、結構速いんだよね。ダッシュじゃないと追いつけん。ほら。おお、いいタイミングでスタンが入りました。再び伊達さんで攻めていきます。さっきからランポスが勝手に巻き込まれてる。ちょっとシュール。悪い顔してるな。はい、ドスファンゴも難なく終了です。大国会の敵ではございません。ドスファンゴ自体がかなりハンマーと相性いいね。体のどこ殴ってもスタン溜まるし。ため移動も行動と噛み合ってる。全モンスで一番の相性かも。逆に、ハンマー以外でやろうとすると大変です。しびれ罠が切れたら突進だらけなので。大国会が一番輝くのはここかもしれません。ボスが倒せれば、資金面でも楽になりますし。ドスランとファンゴ以外は、キノコ集めしかないからね。ボス序盤は金回りもしんどいんだよな。さて、戻ってきたぞ。何が目的だったんだっけ？あれですよ、調合屋の回転用の素材、足りてなかったはずです。陽鉱石やっと2ですか。昼のうちに取らないとですね。キリがいいし進行は次回にしようか。最序盤は超えたわけだし。ですね、ここまでで色々ありすぎました。あ、そうそう、モンスターの取引価格ですが、ここのボードで見ることができます。おお、今はファンゴの方が安いのか。金策ならドスランだね。このほか、特定のモンスターが指名手配されることがあります。小型の討伐も指定されたりします。これも、いずれ活用することになるだろうね。以上、パート1でござんした。ちょっとはモンハンドスというゲームについて伝わったかな。こんな感じで、基本はサクサク進めていくつもりです。この作品には苦労させられた方も多いと思うので。序盤はきついと言ったが、後半も普通にきついからね。いろんな意味でお楽しみに。シリーズの目標は、オフラインモードの全クリアです。言うまでもないことですが。オンラインは14年前に終わってるよ。一回りとかいう次元じゃねえな。時の流れ、早いっすね。
ほいじゃ、次の動画で。またね。